皆さんこんにちは、タサン姉妹です。今日はタイのポワレとタケノコとわかめのバターソースを、添えて、作ってみたいと思います。はい、タケノコ、はい、こちら昨日タケノコ茹でておいたんですけど、ちょっと硬すぎたかなって思ってるんですけど、今日はこのタケノコとわかめです。乾燥のわかめでもいいですし、生のわかめでもいいと思うんですけど、若竹チームに付け合わせ兼、ソースみたいな感じで、添えて、でタイの方はスーパーのお魚屋さんで買ってきてそのままなんですけど、切り身になって、これは骨が取ってあるものです。でこれを使って作っていきたいと思います。ではシンプル、調理法シンプルなので下準備しておきます。たけのこ切ったりとかは事前にしておこうと思います。でタイは水分だけ今取っておきます。これ頭もついてたんですけど、頭はちょっとスープか何かに使おうかなと思ってます。でこれの状態で置いておいて、たけのこちょっとこの辺硬いので落として、これなんか別に使っちゃう。で柔らかいとこはどうしようかな、切り方を今悩んでるんですけど、半分に切って、たけのこの存在感出したければちょっとくし切りみたいな感じで切ってもいいし、あとちょっと硬いとか硬さがあったりとかするんだったら細切り、短冊切りみたいな感じでもいいのでお任せします。今日はちょっとせっかくなのでくし切りにしてみたいと思います。でも厚さはちょっと薄め、こんな感じで、こういう感じで。はい、上の部分も同じように切っていきます。はい、こんな感じで味見しよう。ちょっと硬すぎたかな。でも美味しいです。でわかめはビローンって長かったら切るって感じで、いいかな。ちょっと大きいやつだけ切っておきます。でこれがわかめとたけのこが、バターで絡まっていて、それがソースと付け合わせみたいな感じになるので、塩水をちょっと用意して、そこでさっと、両方とも火が入ってるものなので、そんなに煮る必要はないので、そこでさっと温めてソースを作るっていう形になるので、お湯を沸かしてそこに塩を入れておきます。パーセンテージ的には 1% ぐらい、パスタを茹でる時ぐらいの、濃さがあっていいと思うので、そのお湯を準備していきます。ではタイの方も焼きます。タイはちょっとこの骨が残ってるので、この骨だけ取って、はい、じゃあタイに塩コショウしていきます。皮目の方は弾いてしまうので軽くで、コショウ、そしてタイを皮の方を下にして乗せて、この時に皮がよじれてないかしっかり皮を伸ばした状態で置きます。はい。ただ身の方は丁寧に、例えばここはすごく薄いのでちょっと薄め、
そして身の方は少し多め、熱いところには多め。はい、こんな感じで胡椒は好みです。ではこれを焼いていきます。じゃあフライパンに大さじ1杯の油をひいて、鯛を乗せていきます。まだ火はついてないです。で、お魚も皮がついてるので、皮が熱いところに入れるとギュッと縮んでしまうので、コールドスタートで火をつけます。反応があるまでは強火で大丈夫です。はい、少し落としてきたので、すぐに弱めの、反応があるぐらいの弱火にして、で、やっぱちょっと今見ててもぐーっと身がこう盛り上がって少し身が縮んできてるので、木べらなどでこう押さえてあげます。軽く。あんまりこうギュッと押さえちゃうと身が潰れちゃうんですけど、で反応があるぐらいの、温度調整をします。弱めなんですけど、あまりにもシューっていう感じであまりにも反応がないと焼けていかないので、軽くじわじわ言ってる感じの火加減で、お肉と一緒です。皮目をクッションにして皮をパリッと焼いていきたいと思います。どうしてもこの魚の皮がぐーっと反ってしまうので、たまにこう押さえてあげて、押さえすぎないんだけども、こう軽く押さえて、こう火が入ってしまうとなんかその形でキープしてくれるので、ぐーっと反ってしまったところは火が入ってない生の状態なので、火を入れるぐらいまでは少しこう押さえて、でまっすぐに焼き固まったら離して大丈夫なので、そんな感じで焼いていきます。軽く押さえて、で平らに戻ったらもう大丈夫なので、このまま焼きます。で今日2枚でちょっといつも4人分作ってて、今日2枚なんですけど、ちょっと昨日買い物に行って、なんかお魚何しようかなと思って、タイがいいかなと思って選んだんですけど、ちょっと今日お昼ロマンと2人で食べるものなので2枚にしました。でも4枚焼く時も同じなんですけど、お肉と違ってこうどんどんこの、特にタイはすごい脂がどんどん出てくる、鶏肉と違って出てくる食材ではないので、少し油気持ち多めなです。2枚焼く時に大さじ1杯入れたんですけど、もし4枚焼くなら大さじ2杯入れてもいいかもしれないです。ちょっと皮のそのお魚の種類にもよるんですけど、油分が少ないなと思う食材だったら少し多めに油を入れて焼くと、綺麗に皮が綺麗に焼けるので、たまにこうフライパンを傾けて、ちゃんと皮の下に油がいくように少し浮かせて、あまり動かさない方がいいんですけど、油がないと焼き色つかないので、皮の下にこう油を傾けて入れてあげるように。で浮いてるなと思ったら優しく押さえて焼き固めてあげます。ではたけのこの方、塩加減を確認して、はい。でお魚の方は上から見てると結構こう白くなってくるところ分かりやすいので、この火が入ってない場所に火をこう当ててあげる、自分の火のこの火を当ててあげるような感じで移動しながら、火が入っている加減を見ながらフライパンを調整して動かしてください。でたけのこの方は、塩分OK だったらここに入れて温めるだけなので温めます。でもわかめなんかはさっとでいいので、この茹で汁というかこの塩分を少しソースに回したいので、少し大さじ2杯ぐらい
キープしておいて、わかめを入れたらすぐにざるにあげたいと思います。はい、じゃあもうあげます。はい、魚の方は今こんな感じで、周りはちゃんと火が入っていて、中心部分がまだこう入ってないですね。で、こっちの皮のところを見てもらうと少し焼き色ついてきました。で、こういう焼き色がつくまではなるべく触らない方がいいかなと思うので、じゃあ、わかめの方、たけのことわかめの方を仕上げようと思うんですけど、今水切ってわかめの味も入ってる汁ここに入れちゃいました。で、こんなに使わないんですけど、水を切ったわかめとたけのこを戻して、さっきのこの茹で汁、わかめの旨味も入ってる方がいいと思うので、私先に取っちゃったんですけど、わかめ入れてからこのお湯をキープしとくといいかもしれない。これを大さじ2杯ぐらい火にかけます。強火で大丈夫です。もうさっと火を通すだけで。あまり長く火にかけちゃうと風味も飛んじゃうので、そこにバターをちょっと多めに 20g ぐらい入れます。でよく混ぜながら、この煮汁とバターを乳化させるような感じで、白っぽくなってきてますね。このソースを作っていく感じです。はい。で、ソース兼付け合わせなので、この水分がこれ白っぽくなってると、うまくこう油と水分が混ざってる感じなので、分離しちゃうとこれが明らかに水と油分みたいな感じで分離しちゃうと結構油っぽくなっちゃうので、しっかり沸騰させておいて、よく混ぜながらバターを溶かしていくっていう感じ。そしたら味見をしてもらって、はい。で、ちょっと柑橘レモンとか絞ってもいいですし、今日はこのままいきたいと思うんですけど、さっぱりさ仕上げたい人はここで少しレモンとか、あとオレンジとかも合いますし、そういう柑橘をちょっとギュッと絞ってもらってもいいです。はい、じゃあお魚の方ですけど、ほぼ白くなって、この中心のところがちょっとだけピンクです。まだで、皮目の部分は上から見ると、さっきはこの辺だけだったんですけど、こうぐるーっと一周色がついてきたなと思う感じです。そしたらようやくちょっとどのくらい焼き色がついているか確認します。やっぱり中心が焼けてないので、これはちょっと押しが甘かったって感じですね。ここも今色がついてないところ分かったと思うので、最後ちょっと焼けてないところを確認して、本当は綺麗に焼けてたらいいんですけど、もし最終的に見てみてここまだ焼けてないなと思ったら、最後の仕上げの段階でバーッと押してしまって、焼いた方がやっぱり臭みも取れて美味しいので、見ながらやってください。でやっぱり火が入ってくるとお魚の身が柔らかくなってしまうので、火が入ってからグッと押しちゃうと結構割れやすかったりするので、本当は生のうちに押してた方がいいんですけど、なんか見えないところをやってるので、こういう感じの最終的に分かるみたいな時もあるので、その時は最後確認した時にもし焼き残しがあれば押さえて焼くっていう感じにするといいと思います。押す加減は結構柔らかくですね。見てみます。
はい、じゃあこっちもきゅうりは焼けてますね。もうちょっとこれこんがりきつね色になるまで焼きたいので、まあこっちの方は火が入ってて、こっちの方だけちょっと白いので、中心部分をここに持ってきて、でこっちの身の方はここが全体的に、こっちの方ですね、こっちの方が色がついてないので、こう、まあ火が当たってるとこに焼き色がついてないところを持ってくるって感じがいいかなと思います。もう少しこのまま焼いていきます。はい、じゃあもう一回見てみます。この辺ですね、焼けてなかったところ。結構焼けてきましたね。もうちょい、もうちょい。でこの辺ピンクがだいぶ少なくなって、このピンクがかってちょっとやっぱり生っぽい感じがあるので、このピンクがなくなるぐらいまでは焼きたい。で急いでる時は反対にしちゃってさっと焼いちゃってもいいんですけど、時間がある場合は皮目をしっかり焼いた方が美味しいので、今日はこのまま最後まで、最後ひっくり返す、一瞬ひっくり返すんですけど、できるだけ皮目の方で焼いていきたいと思います。こっちも見てみますね。感じでちょっと焼けてきましたね。もう少しやっぱりこの辺がちょっと白かったですね。今こっちの小さい実の方がやっぱり上の方の実で、こっちの尻尾の方の実は薄いので、もうほとんど火が入ってます。でこっちの厚いところがあるところだけ少し火が入ってないので、焼けてる方の実を本当に火の中心から外して、で最後仕上げにこの身が厚いところ、ピンクのところを、焼いているような感じです。はい、じゃあそろそろ繰り返したいと思います。正確に言うともうこっちは OK で、こっちはちょっとこの辺がまだピンクなので、本当にちゃんと火入れをしようと思うと、こっちはですね、皮目の方はもうこんな感じで綺麗なきつね色で、身の方はもう真っ白になっているので火が入っているので、身の方もさっと焼いてあげた方がいいので、少しだけひっくり返して、香ばしさがちょっと加わるので、ですぐ揚げます。こっちはちょっと粘って焼くか、もうあんまり時間差作るの、今2枚だけだからいいんですけど、例えば4枚とか5枚とか焼くときにあまりにもやっぱり部位ですごく火の入り方が違うと思うので、その場合はもう皮が焼けてたらちょっとここ焼いてあげて、ひっくり返して焼いてあげて、もう一緒のタイミングで出すっていう風にするといいと思うので、ちょっと皮だけ見てみますね。こんな感じで、はい、パリパリっと焼けてるので、じゃあもうひっくり返してますね。でこっちはまだ少しピンクが残ってるので、さっきよりも身の方をもう少し長い時間焼いてあげます。じゃあこんな感じで焼けました。じゃあ温まったら、あんまりこれ早く仕込みすぎちゃうと吸っちゃってソースがなくなっちゃうので、直前にやるとさっとできるので、魚が焼けてからでもいいかなと思います。じゃあこのたけのことわかめをたっぷりで、ちょっとさっき言ったレモンがあったので、飽きたらレモンをちょっと絞って食べるっていう風にしようと思います。これで完成です。はい、今日はタイのポワレ、たけのことわかめのバターソースを作りました。はい、ポイントはやっぱりお魚の焼き方だと思うんですけど、タイだけじゃなくていろんなお魚でやってもいいと思うんですけど、皮がついてるお魚はやっぱり皮を上手に焼いてあげるとすごく美味しくなるので、皮がついてる魚は今みたいな感じで、皮をカリカリに焼いてあげると身もふっくらしてすごく美味しいです。で、
逆に皮がない魚の場合はまた今度の別の動画でしっかりご説明できたらいいかなと思うんですけど、中火ぐらいでさっさと焼いた方が美味しいので、今回は皮のある魚の焼き方ということで、そこがポイントになるかなと思うのと、わかめとかたけのこみたいに和の食材も結構バターとあったりするので、しっかりただ絡めるだけだと脂っこくなっちゃうので、しっかり茹で汁と乳化をさせてソースに仕上げてあげると軽くて風味の良いソースに仕上がると思います。それでは分量は概要欄のところに載せておきますので、ぜひ作ってみてください。それではさようなら。はい、じゃあ早速食べてみたいと思います。はい、まず食感がすごくやっぱり皮がパリッパリなのですごい香ばしくて、臭みも抜けてて皮がすごく美味しくって、その後に鯛をこう噛んでるうちに鯛の旨味がブワーッと口の中に広がって、そしてたけのこはシャキシャキで、ちょっとわかめがバターを吸ってこうふわっとしてる感じで、食感が面白くって、でシンプルな味付けなので本当に食材それぞれの味が味わえる。でお魚はふっくら火が入っててとっても美味しいんじゃないかなと思います。はい、たけのこは、皮付きのものじゃなくても普通にスーパーで茹でたたけのことかも売ってるので、そういうものでもいいと思いますけど、ぜひ今シーズンなのでぜひ作ってみてください。